日本は速いし強いし、しかも全然止まらない。日本の選手たちは90分間ピッチ全部を走り回っても疲れてる感じを見せない。南アフリカがバタバタしてる間に日本は淡々とやることをやってる。日本に自分たちの弱いところを全部見せられた感じ。日本はただ支配してるだけじゃなくて、チャンスをしっかり点にしてきた。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年6月6日に行われた国際親善試合、日本対南アフリカ戦の試合について、南アフリカサポーターと話していくよ。アジアカップで優勝後初の日本での試合だね。そうだね。しかも試合はテレビで放送もあるしね。いいぞいいぞ。じゃあ今回は南アフリカサポーターのレラトちゃんとリモートをつないでるよ。Hey Choma! Hey Choma! 遠くから日本に来てくれてありがとう。こちらこそ世界最高レベルの相手と戦うことほど成長できるものはないから嬉しいよ。ひひひひひ。じゃあ南アフリカサポーターの話を聞いていこうかな。シャープシャープ。南アフリカではこの試合前どんなことが言われてたの？まず南アフリカ側で最初に結構話題になってるのが試合時間なんだよね。試合時間8時55分から試合なんだけど、朝なの？夜なの？土曜日で合ってる？って確認してる人がかなりいたんだよ。確かに迷うよね。朝から試合を見る感じが2002年の日韓ワールドカップを思い出すって言ってる人もいたんだよね。朝早く起きてハイライトとか試合を見てた感じを思い出すでね。もう24年も前だ。だから日本戦ってだけでちょっと特別感はあるんだよね。ただの親善試合なんだけど、朝から起きてでも見たい試合って感じ。休みの日の朝に見られるっていいよね。でも日本にはかなり警戒してる。南アフリカサポーターで一番多く言われてるのは、日本の女子は走りすぎるってこと。海外の人からよく聞く声だ。日本の選手たちは90分間ピッチ全部を走り回っても疲れてる感じを見せないって言われてる。そこがめちゃくちゃ怖がられてるんだよね。でも南アフリカもイメージだけだと私の中ではすごい体力あって足も速いんだけどな。でも南アフリカから見ると、日本は速いし強いし、しかも全然止まらない。だから単純に技術だけじゃなくて90分ずっと走らされるのが怖いって感じ。南アフリカサポーターは結構日本のこと知ってるんだね。確かに私は南アフリカのこと全然知らないことが申し訳ないぐらい。しかも日本は組織的でアジリティもある。だからただ強いだけじゃなくてチームとしてちゃんと整ってる相手って見られてる。個人能力もあってチーム力もあるって相手からしたら嫌になっちゃうね。そうそう。だからこの試合は簡単な試合じゃないっていう空気がかなり強い。はっきり言うと怖がってる人もいるね。そんなに？日本は危険なチームだ。日本は容赦ない。日本の選手たちは小柄でもサッカーが上手いから恥ずかしい負け方だけはしないでほしいって声もあるぐらいだよ。でも試合で容赦するチームっていないでしょ。スコア予想はなんて言われてるの？日本が大差で勝つって予想がたくさん出てるんだよね。どれくらい？日本 6-1、6-0、8-0、7-0、5-1とかかなり厳しいスコアを言ってる人がいた。そんなに？もちろん全員がそう言ってるわけじゃないよ。でも大差負けを心配してる人は多い。5点以上取られないでほしい。3点以上はやめてほしいって感じの声もあるね。勝敗よりまず大敗を避けたいって感じだね。そう。中には日本相手に2点差以内で負けるなら南アフリカの女子は成長してるって信じられるって言ってる人もいたよ。2点差以内での負けは成長なんだね。それくらい日本女子は強い相手として見られてる。でもビビって守るだけになったら一番もったいないと思う。日本相手にどこまで自分たちのサッカーを出せるか、そこを見たい。結構弱気な人ばかりだけど応援してる人もいるでしょ。怖がってる人も多いんだけど、それ以上にバニャナバニャナを応援してる人がめちゃくちゃ多い。出た、バニャナバニャナ。南アフリカ女子代表の愛称だね。誇りに思わせてほしい。私たちは後ろについてるよって感じの声がかなりある。勝ってほしいっていう人もいるし、勝っても負けてもベストのバニャナバニャナを見たいって人もいる。いいねいいね。応援は大切だよね。そうそう。日本が強いのは分かってる。でもだからって最初から諦めてるわけじゃない。むしろこういう相手だからこそ見たい。日本は簡単な相手じゃないし、タフな相手なのはみんな分かってる。でもチームとして戦って監督の指示をちゃんと守れば勝てるって言ってる人もいた。勝てるって言ってる人もいるんだ。いるよ。もちろん楽観的すぎる見方だけじゃないけどね。でもバニャナバニャナはいいチームだから信じてる。日本みたいな強い相手とやるのは成長につながる。世界のトップレベルの相手とやることほど自分たちの可能性を伸ばすものはない。日本は強い、走るし速いし
組織的。でもだからこそ南アフリカにとっては大きなチャレンジになる。自分たちがどれくらいやれるのかちゃんと試される試合だ。日本相手に自分たちのサッカーを出せたらそれだけで大きい。怖がって90分ずっと守るだけになるとちょっともったいないぞ。せっかくの親善試合だもんね。そう。南アフリカには南アフリカの良さがあるからね。でもさ、こういう大事な試合なのに、南アフリカではバニャナバニャナの扱いに不満を持ってる人もいるんだよね。どんな不満があるの？国の代表なのにラジオとかであまり話題にならない。試合があることすら知らない人がいる。勝った時だけ注目されるのはおかしい。南アフリカの代表なのにもっとちゃんと広めてほしい。でね。それはバニャナバニャナ好きにとっては寂しいね。そうなんだよ。日本は強いし、厳しい試合になるかもしれない。でも、バニャナバニャナを信じたい人はたくさんいる。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。Good luck, バニャナバニャナ。前半終わって3対0でなでしこジャパンのリードだよ。前半25秒で点決めちゃったね。あっという間だったよね。ベラトちゃん、南アフリカサポーターはどうなっちゃってるの？ハーフタイムの時点で南アフリカサポーターは結構空気が重いよ。前半で3対0だもんね。正直、ショックを受けてる人が多いんだ。前半で3点取られてるってだけでもうかなり厳しい空気。見てて辛い。試合前から日本は強いって警戒してたけど、実際に前半でその差を感じちゃったのかな。そうだね。試合前は日本は走るし強いし危ないって分かってた。でも前半を見たら想像以上に日本が強すぎた。日本は世界でもかなり強いチームだし、これは簡単な相手じゃない。例えるならカイザーチーフス対バイエルンみたいな差だ。私にはその例えがわからない。日本は組織的だし落ち着いてるし判断が早い。南アフリカがバタバタしてる間に日本は淡々とやることをやってる。日本はただ勢いで攻めてるんじゃなくてちゃんとチームとして動いてる。だから南アフリカから見ると前半は本当にサッカーの授業を受けてるみたい。南アフリカは何が問題だって見られてるの？一番大きいのは戦い方にプランが見えないってところかな。日本相手に普通に後ろからつなごうとして危ない場面を作られてる。後ろからつなぐのってダメなの？みんなやってる気がするけど。日本相手に後ろから作るならめちゃくちゃ早く判断しないといけない。でも南アフリカはボールを持つ時間が長くなって危ない場所で奪われる感じがあった。じゃあ日本にとっては奪いやすい状態だったって見てるのかな。そう見えたと思う。だからもっとシンプルにやった方がいい。セカンドボールに強くいった方がいい。小さい三角形を作って早く繋いだ方がいいっていう意見もあったんだよね。日本みたいにフィジカルも技術も整ってる相手には3バックにしてダブルボランチを置いて外に追い込んでセカンドボールを激しく拾うべきだ。めっちゃみんなサッカー詳しい。前半3対0っていうスコアもきついけど、それ以上に日本に自分たちの弱いところを全部見せられた感じ。ボールを持てない、つなげない、プレスを受けると苦しい。そして日本はそこを逃さない。でも逆に言えば日本の強さがはっきり出た前半だった。南アフリカからしたらショックだけど、日本がどれだけ組織的で速くて質が高いかを見せつけられた45分だった。前半3対0だと守備の不満もあるのかな。かなり出てた。やっぱり前半で3点取られるとまず守備とゴールキーパーのところに目が行くんだよね。シュート打たれなかったら点決められないのにゴールキーパーかわいそうに。そうだよね。私はゴールキーパーだけの問題っていうより守備全体が日本の動きについていけてなかったって思うんだよね。チーム全体が弱かったからゴールキーパーだけの責任じゃない。守備陣が寝てるみたいだ。ディフェンスが対応できてないって不満もあったよ。朝だし寝ちゃうよね。それくらい日本の攻撃に振り回されてたってことだと思う。日本はボールを動かすのも早いし判断も早いから少しでもずれたら一気に危なくなる。ゴールキーパーが悪い、守備が悪いって感情的になる人もいるけど、根本は日本の速さと組織力に対して守備全体が耐えられてなかったってことだと思う。結論、日本が強いってことだね。そう。しかも日本に押し込まれるとボールを奪ってもまたすぐ失う。そうなると守備の時間がどんどん長くなるから余計にきつくなる。やっぱり監督に不満もあるのかな。そうだね。監督とか選手選考への不満もかなり出てた。なんでこのメンバーなの？なんでこの戦い方なの？監督を変えるべきだ。チームが成長してない。そういう声もあったんだよね。海外でプレーしてる選手をもっと見てほしい。若い選手をもっと入れていくべきっていう不満が出てた。前半だけでも南アフリカサポーターは不満爆発だね。バニャナバニャナは過去に結果も出してきたチームだから今の内容を見てこれでいいの？ってなる人が多いんだと思う。
2022年にアフリカ女子ネーションズカップで優勝したもんね。前はもっと期待できたのに、今は前に進んでる感じがしない。しかも日本みたいな強い相手とやるとその差が一気に見えてしまう。アフリカの中では戦えても世界トップクラスとやると準備、判断、スピード、選手層、そこで差が見える。でも全部が批判だけだったわけじゃないんだよね。そこはちゃんと言いたい。批判は多かったけど全部がネガティブではない。これは親善試合だからアフリカ女子ネーションズカップに向けて大事な経験になる。よかった。ちゃんと前向きな人もいたんだね。いたよ。日本みたいな強い相手とやることで今の自分たちに何が足りないのか分かる。それは痛いけどめちゃくちゃ大事なこと。むしろ親善試合でこういう相手とやれるのは貴重だと思う。楽な相手に勝つより日本みたいな相手に自分たちの弱点を出された方が次に向けて修正しやすい。若い選手に経験を積ませる意味でもこういう試合は大きい。批判はあるけどバニャナを信じてる人もいるし、後半に向けて全力でいこうっていう前向きな人もいるよ。じゃあ後半見ていくよ。試合は5対0でなでしこジャパンの勝利。しっかり圧勝だったね。ヘラトちゃん、南アフリカサポーターはどうかな？ハーフタイムの3対0でもきつかったけど最終的に5対0だから受け止めるのはかなりしんどい結果だよ。5対0はさすがにショックだよね。うん、乾杯って感じだった。悔しい。きつい。恥ずかしいって空気もあったし、 5点で済んだだけマシって感じで見てる人もいた。南アフリカサポーターからすると日本に完全にやられたって感覚が強かった。前半だけじゃなくて試合全体を通して日本のペースだった。実力差が出ちゃったね。さすがに現実を見せられた感じ。これはただ運が悪かったとかちょっとミスしたとかそういう話だけじゃない。日本は本当に強かったって認めてる人がいっぱいいるんだよね。日本女子は南アフリカより何歩も先にいる。特に言われてたのが日本のパスとプレスのことなんだよね。日本がボールを動かすテンポも速いし、南アフリカがボールを持った瞬間の寄せもめちゃくちゃ速かった。試合前に言ってたことそのままだね。そう、南アフリカが落ち着いて持つ時間がほとんどなかった。日本の選手たちはただ走ってるだけじゃなくてどこに追い込むかどこで奪うかがチームで決まっていた。そうだったんだ。しかも日本は速いだけじゃない。判断も速いし落ち着いてる。南アフリカがバタバタしてる時でも日本は普通にボールを回してちゃんと崩してくる。日本はすごいな。特に5点目の崩しは日本の質が出てたって見てる人もいた。ビルドアップからゴールまで南アフリカから見てもあれはすごいってなるような形だった。負けた側でもそこは認めちゃうんだね。悔しいけどね。でも認めるしかない。日本は速いし上手いしチームとして整ってる。しかも決めるところでちゃんと決めてくる。日本はただ支配してるだけじゃなくてチャンスをしっかり点にしてきた。だから南アフリカからすると守っても苦しい持っても苦しい奪われたら危ないっていう時間が続いた。何してても苦しいってしんどい。ほんとしんどかったよ。でもそれくらい日本が本気でこの試合を戦ってたってことだと思う。親善試合だからって軽く流すんじゃなくてちゃんと強度を出してきた。日本もせっかくの親善試合だからね。そうそう。テレビ放送されてるから気合入っちゃってたのかも。ははははは。だから南アフリカでは5対0はショックだけど日本の強さは本物だったって思ってる人は多いね。パス、プレス、スピード、決定力全部で差を見せられた試合だった。はるばる日本まで来たのに5対0って南アフリカ落ち込んじゃね。もちろん落ち込むよ。5対0は正直きつい。でもそこで終わりじゃないって見てる人も結構いたんだよね。前向きな人もいるんだ。むしろこういう親善試合こそ必要だって声がかなりあった。日本みたいな強い相手とやらないと自分たちの今の位置ってわからないから、これは準備として必要な試合だ。強い相手とやって痛い目を見てそこから何を直すか、それが大事。アフリカ女子ネーションズカップに向けた準備だね。うん。日本に5対0で負けたのは痛いけどアフリカ女子ネーションズカップに向けていい経験になった。スコアよりもミスを修正してアフリカの相手と戦う時に活かせばいいってね。いい考えだね。日本は先生みたいだった。パス、プレス、スピード、判断全部教えられた感じ。笑顔でビシバシ教えてくる先生だね。でも強くなるにはそういう試合が必要なんだよね。南アフリカ側でももっと強い相手と頻繁に試合をすべきだって声があった。強い相手と頻繁にしたいんだ。もちろん今は少しずつ成長するためにランキングが近い相手とやるべきって考えもあったけど、強豪とやること自体は必要っていう見方が強いよ。いきなり日本はきつすぎたって人もいたけど、この強度を知らないままだと
世界との差はずっと埋まらない。って考える人もいたよ。日本はただ強いだけじゃなくて世界トップレベルの基準を見せてきた。南アフリカはそこに対して強度も組織力も判断の速さも足りなかった。才能もセンスも日本は違った。才能は開花させるもの、センスは磨くもの。欧州やアジアの強豪はレベルが違った。日本はアジアだけどもう世界基準のチームって感じ。日本はかなり先にいる。パスの精度、プレスの速さ、ボールを奪った後の判断、全部が早かった。南アフリカはどこが一番足りないって見られてたのかな。強度、組織、集中力、判断力が足りない。この辺りかな。いっぱいあるね。あと育成や国内リーグの問題まで話が広がってた。代表だけの問題じゃなくて女子サッカー全体で見直す必要がある。日本に負けたことで今まで見えにくかった問題が一気に見えた。だからこそただ恥ずかしいで終わらせちゃダメなんだよね。日本を相手に5対0は厳しい。でもこれで自分たちの現在地が分かった。世界で戦うにはもっと早く、もっと組織的に、もっと強度を上げないといけない。日本が強いのはもう分かった。その上で南アフリカがどこを修正していくのかを見たい。南アフリカからはこんな感じだよ。レラトちゃんありがとう。バニャナありがとう。青いヒナ、ハープシャープチョーマー。ハープシャープチョーマ。なでしこジャパンって FIFA ランキング界の国にはちゃんと勝つイメージあるね。女子って強い国弱い国がはっきり分かれてる感じするもんね。南アフリカって FIFA ランキング何位だったっけ？南アフリカの FIFA ランキングは58位だね。ちなみに日本は5位。5位ってすごい。男子の5位はポルトガルだね。アンダー世代では10人でポルトガルに勝ったことあるし怖くない？アンダー世代と A 代表じゃ違うけどね。そうなんだ。そうだね。南アフリカとはもう1回やるんでしょ？トレーニングマッチだっけ？6月9日15時30分キックオフで、この試合はアベマで無料で見られるよ。アベマって毎回無料で見せてくれるから好き。感謝しないとね。次も買っちゃえ。じゃあ今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。皆さんのこの試合の感想ぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。